木曜日がやってまいりました。先週はねちょっと休んじゃったんですけども、3 minutes Thursday の時間でございます。今日はちょっとレンズの話ですね。昨日もレンズご紹介したと思うんですけども、サードパーティー、要は、純正じゃないレンズと純正のレンズどう違うのと、どういうメリットデメリットがあるのってちょっと気になりません？今日はその辺をねちょっと深掘っていきたいと思います。ってことで行ってみましょう。3 minutes Thursday。はい、ということでタイマー出しておきます。で、今回はその純正レンズのいいところ悪いところってところなんですけども、例えばソニーのカメラだったらソニー純正のレンズを使うし、ニコンだったらニコン、キヤノンだったらキヤノンとか、っていう本来はカメラメーカーが出したレンズを使うっていうのが一般的なんですよね、もともとなんですけども、最近、特に、ソニーのカメラとかでは、例えば僕もよく使ってますけども、この辺のねシグマのレンズだったりとか、サムヤンのレンズ、あとはタムロンのレンズとか、結構いろんな、要はサードパーティーって言われるんですけども、他社が作ったレンズっていうのが使えるようになってます。これニコンとかキヤノンとかだともう極端に少ないんですよね。なんで基本的にはニコンのカメラ使ってる人はニコンのレンズ、キヤノンのカメラ使ってる人はキヤノンのレンズとかが多いんですけども、純正のレンズっていかんせん高いんですよ。で、じゃあそんな中でその価格以外の違いってあるの？純正とサードパーティーってどう違うのっていう話をしたくて、今回はそれぞれのメリットデメリットについて簡単にご紹介していきます。もうサクサクっと紹介していかないと終わらないのでやっていきます。で、まず値段は基本的にはサードパーティー製レンズの方がちょっと安い傾向にあります。例えばサムヤのこのレンズだったら9万円で、同じスペック買おうとするとやっぱ倍ぐらいのね値段の純正レンズがあります。で、次画質については正直変わらないというか、レンズによります。なんで純正を超えるサードパーティー製のレンズも全然あります。で、次オートフォーカスに関してはやっぱ純正の方がいいです。ただソニーの場合そんなに極端に変わるかって言われるとそんなでもないと思います。スポーツを撮るとか極端にオートフォーカスのスピードが必要っていう場合には純正のレンズの方がね良かったりするのかもしれないんですけども、僕らがスナップとかポートレートで使う分には正直そんなに変わんないかなっていう感じではあります。で、次リングの方向ですね。で、ピントリングとかズームリングの方向っていうのが基本的にはメーカーで決まっています。なんで例えばソニーはこっちに回転させると、ズームするよっていうのが、例えばシグマのレンズだったら逆方向だったりとかっていう風にちょっとメーカーによって違うので、そこはちょっと注意点が必要です。で、残りね2つ違いがあって、それはねちょっとソニー限定かもしれないんですけども、1個は手ブレ補正です。最近の α7S3 だったり、α7-4 だったりっていうのは手ブレ補正がアクティブっていうのが追加されていて、それの効きっていうのが純正レンズの方がいいです。逆に言うとサードパーティー製レンズの方はそれの効きが甘いという感じになってます。で、ソニー限定2つ目がブリージング補正ですね。これは α7-4 から入った機能なんですけども、これねオフにしてるんですけども、こういう風にピントを移動させるとブリージングっていうのが出ます。で、これを補正する機能っていうのがついていて、純正の新しめのレンズにはこのねブリージング補正っていうのが効きますと。他社のサードパーティー製のレンズとかだと効きが悪いとか、そういうのがあったりします。はい、そのぐらいでしょうか。で、僕からしたら写真で使う分にはサードパーティー製レンズでも全然いいと思います。動画で使う分には手ブレ補正とかあるんで、その辺をね加味して、どうしても自分のスタイルで手ブレ補正が必要であれば純正の方がいいし、そうでなければ他社製のねレンズも全然十分候補に上がると思うので、ぜひ今後検討してみてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。こういうアイテムがないと僕はね動画作れませんというね珠玉のちょっとアイテムたちをご紹介したいと思いますんで、動画撮っております。普段の YouTube はこんな感じで、僕らが動画編集で一番使うアイテムって PC だと思いきやこれがないと僕は動画編集したくないです。